こんにちは。仕事に役立つ文房具のセレクトショップ10の仕事道具店です。今日は仕事のシーン別でとりあえずこれを書いておけば安心なメモ項目を紹介します。皆さんは仕事のメモって何を書いていますか？私は今社会人9年目なんですが、今までね、いた会社の組織では一度も教わったことがなくて、そんなの自力でやるんだよと言われてもね、全然おかしくはないんですけども、個人的には給与明細の見方とメモの取り方は新人研修に入れてほしいと願ってます。今回は社会人を通して何とか身につけた最低限のメモ項目、この項目メモっといてよかったって心の底からね思ったのを紹介します。他にもこんな項目メモっておくとおすすめとかあればじゃんじゃんコメントで教えてください。最近ねちょっと淡々と動画を上げているだけになっていて、なんかちょっと自己満足になっている気がしてまして、もっとねご覧いただいている方の感想とかアドバイスとかいただきたいなと思ってます。ちょっと人間性を出しすぎるとマイナスな印象がつきそうでどうしようかなと悩んでいたんですけど、それを越す勢いで悩んでるのがねちょっと孤独感なので、ぜひ皆さんコメントなどお待ちしております。すぐ話がそれてしまうので、軌道修正しますね。で、何かを教わるとき、会議や商談時の2つのシーンに分けてメモっといてよかった、グッジョブ自分と思ったメモ項目を紹介していきます。使っている文房具なんですけど、こちらは最後の方に紹介をしますので、もし気になる方はね、一旦すっ飛ばして最後見ていただいて、その後戻ってきてください。1つ目のシーンはこちら。何かを教わるとき、研修やセミナーなどでね、新しい知識を学んだり、引き継ぎで新しい仕事を覚えたりっていうのがあるんですが、ただね、徐々に年次が上がったり経験が増えると教わる機会って減りますよね。逆にね、教える機会が増えると思うので、メモってほしいポイントをつかんで教えることでスムーズに情報を伝えることができるんじゃないかなと思います。私もメモするポイントとかね、質問する内容とかはなんか教える側になってさらに的確にできるようになったなと感じているので、両者見ていただければと思います。ではまず教わる前に前提条件をちょっと整理しますね。事前にわかるものは埋めておき、わからないものは教わるときに聞いておくのがおすすめです。で、前提条件の整理は 5W1H で書き出します。こちら覚えてますか？英語でね、習いましたよね。では勢いよくいきますよ。いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように、when, where, who, what, why, how。この頭文字を取って 5W1H ですね。物事を具体化するときに便利な整理項目なんですが、わかりますよ。覚えきれない私との同志がいるんじゃないかなと思うので、私の対策を紹介します。事前にね、5W11 を書き込みます。で、そのページは今後使わずに手順を教わる前に参照しながら、事前準備で書き込むのがおすすめ。あとはパワープレイで口が覚えるまで唱え続ける。無理ですね。冗談です。では、項目に沿って教わることを事前に整理しておきましょう。文房具屋を運営しているとよくする業務の中にジャンコードの登録というのがあります。ジャンコードというのはバーコードのことで、それをねシステムに登録する業務を例にちょっと整理してみますね。まずはいつ業務をするのか、新商品の入荷時、ジャンの変更時。次はどこでやるのか。前職の時はね、工場、本社、自宅といろいろ働く場所があったのでよく使っていた項目なんですが、現在はね、実店舗か自宅またはパソコンの中。ジャン登録はパソコンでいるのでパソコンにしときます。次は誰が、新商品の入荷の連絡をもらった人とか実際に商品を受け取った人としておきます。実際の業務だとね、自分だったりチームとか曜日で担当性だったり、自分が担当だとしても同じ業務ができる人を聞いておくと有給取る時とか安心ですね。私は会社員になったら有給絶対使い切るとね事前に決めていたので、自分がいない時の対応を具体的に聞いてました。周りからはね、辞めるんじゃないかと心配されてたな。一見休む時のとかのことを聞くなんて責任感がないんじゃないかと思われそうなんですが、むしろいない時の心配とね、対応まで事前に把握しようとしてるんだから強いでしょうと開き直ってました。で、次は何を、商品の情報を登録している商品マスターにジャンを登録します。意外とね、大事なポイントがなぜ、何のためにやるのかっていうのが分かっていると、イレギュラーがね、起きた時に臨機応変に対応できますよね。
今回の場合は在庫ポスピッキングに使うから、万が一値段がない商品があったとしたら、ここに影響が出ないように対応を考えれば OK。なぜやるのかっていうのは押さえておきましょう。で、ここまでの項目は事前に分かっているものを埋めておくと、教わる時にもね、質問がしやすかったり、抜け漏れなく聞くことができるかと思います。で、相手のペースを乱してまでね、ここを早く埋めなきゃっていうことはないので、よしなに埋めていきましょう。そして最後のどのようにが手順の部分になっていきます。次に手順を書いていきます。ちなみに手順などを教わった場合は、私は後からマニュアルノートへと復習と記憶の定着も兼ねてね、書き直すので、めっちゃ雑に書いてますがご了承ください。ではまずはメモ帳6対4くらいに分割する線を引きます。縦でもね、横でも線は構わないので、お手持ちのメモ帳のサイズとね、相談してください。2分割にしたら広い方に教わった手順を書き込んでいきます。手順を書くとき、私はね、ひらがなとかね、カタカナを対応しています。誰に見せるわけでもないので。で、画数が多い漢字はひらがなでね、書くとよくて、例えば登録っていう単語は、等が12画、6が16画で合計28画もあります。ひらがなだとね、たったの7画なので4分の1から5分の1の時間で書けちゃいます。あれ、登録って6画じゃないのと思った方いますか？私もね、ととうが2画、ろとくが1画で合計6画だと思っていたんですが、なんかね、調べてみると、ろは2画なんですって。他にも、みとるもね、3画らしいです。ご存知でしたか？常識なのかな？私はね、なんか画数ってペンを紙から離した回数みたいなものだと思っていたんですが、諸説あるらしいですが、そもそもね、ひらがなに画数っていうのは存在せず、生命判断のためにね、無理やり当てたものらしい。本当ですかね。で、ひらがなの画数は筆で書くときをイメージすると、わかりやすいらしくて、みだと丸みを帯びた部分で一度筆を紙から離すから、それで一画追加されているそう。この辺の話は全く詳しくないので、ふんわりとした情報で聞き流してください。で、話を戻しまして、メモ帳に分割した方の小さい方のエリアには疑問、意見など、後で聞きたいこととか、思いついたね、アイディアなどを書いておきます。その場で質問できれば、しちゃってもいいんですけど、複数人が同時に教わっていて、後で質問した方が流れが良さそうだなっていう時も、多いんじゃないかなと思うので、そういう時用にメモっておくと安心。意外と何質問しようと思ってたか忘れちゃったっていうのもね、結構多いので、私はこのちょい書きのメモにちょこちょこ助けられています。では、手順を書くときに気をつけておく項目も紹介していきます。どの項目もね、聞いとかなかったことで後悔をしたり、ミスをした経験から安心材料としてね、聞くようになりました。もうあんな思いはしたくないですね。失敗談って時がね、経てば笑えると分かってはいるんですけど、当時はね、絶望していたな。もしね、失敗して落ち込んでいる方がいたら、本当にね、誰かに聞いてもらった方がいいです。話すのもね、嫌と思うかもしれないけど、本当に気が楽になります。話すのはどうしてもっていう方いたら、全然私の DM とかに送りつけてください。すぐ脱線しちゃったのでまた戻りまして、手順を教わるときに聞いておいた方がいいことは、まず参照元があるか、今ね、聞き逃したり質問し損ねてもどこかにマニュアルがすでにあるんであれば、それを確認できるので、存在するかどうか聞いておきましょう。次がよくある失敗事例。先輩方のね、失敗を学んで自分は同じミスしないように注意できます。失敗事例は人によってはね、雑談にもなって打ち解けられるきっかけになることも多かったです。で、最後は失敗した時や有給、急ぎの用事などで自分がね、対応できない時の対処方法。このタイミングで引き継げなくて困ることが多かったので、事前に聞いておきましょう。自分でね、考えろって言われそうだなっていう時は、教えてくれてる人がどうしてたのか聞いておくといいんじゃないかなと思います。では、教わる時のメモ項目についてざっくり振り返ります。まずは教わることを 5W1H で整理します。この項目は事前に埋まったらラッキー。最終的に埋まれば OK。すると作業が教わった通りにね、進まなくても臨機応変に対応を考えることができます。特になぜの部分が必須で、きちんと明確にするように質問をしてみてください。
上の 5W が埋まったら次は手順どのようにを書いていきます。メモ帳に線を引いて2分割にして大きいエリアに手順を、で小さいエリアには後で聞きたいことやひらめいたアイデアを書き込みます。手順の方は聞いておくと安心な項目があるので、それも押さえましょう。参照元あるのか、よくある失敗例、失敗時ややり損ねた時の対応、自分がいない時の対応について聞いておくと安心です。次のシーンは会議や商談の時。こちらは前提条件として他に議事録を取っている人がいる、または議事録がない会議などの時を想定しています。でもこの項目を見つけたというか絞り込んだのは議事録担当を得てだったので、もし新入社員や中途入社したてでその会社の会議に慣れていなければ、ぜひ議事録を取る担当になってスキルを磨くのもありですね。私は電話対応とね、議事録に対して結構苦手意識あったんですが、議事録は慣れました。電話対応はね、そこまで慣れなかったので、相性はありそうですが、小さい会議などからチャレンジしてみるとメモ力みたいなのがぐーんと上がるような気がするのでおすすめです。で、メモる項目ですが4つあります。自分の意見や思いついたアイデア、他の人が話していたり議論している時に思った意見をメモっておくと、区切りのいいところで議論に参加できたり、今後ね考えなきゃいけない時の参考になります。2つ目は分からなかったこと。私はね2回転職して3社を経験してるんですが、どこの会社にいてもやっぱ独自で使ってる言葉があったり、その業界の専門用語があるので、他にもね疑問に思ったことなどもメモっておくと後で聞いたり調べたりするときに便利です。3つ目4つ目は頼まれたこと頼んだことです。自分のトゥードゥはねメモる人多いですよね。自分が頼んだことについてもうっかり忘れちゃうことがあるので、私はメモっています。で、この4項目なんですが、4分割してタイトルを振っておくと、必要な情報が来たら仕分けて、ここにメモるここにメモるってやるだけなので簡単です。朝会とかね雑談とかであればこのメモ帳サイズで全然 OK なんですけど、長い会議とかは書くことが多いので、英語サイズのノートとかの方が便利なんじゃないかなと思います。では企画会議を例に書き込んでいこうと思います。こういうね4分割にするときに便利なのは、ガイドのついたメモ帳とかノートがたまにあります。この画像のやつは2年くらい前に愛用していた考えるためのロールバーンっていうやつなんですけど、ぜひね買うときの目安にしてみてください。ちなみに依頼したタスクを書くようになったのは社会人3年目とか4年目くらいで、後輩ができたりとかね、今までやっていたタスクを後輩に振り分けることが結構多くなって、頼んだのがね、特に相談が苦手な人だと次報告あるのが依頼したものができた時とか、または締め切り当日にね間に合わないっていう報告があったりとか。もちろん重いタスクとかはどこまでやったら声かけてとか、タスク管理ツールとかでそんなことが起きないようにするんですが、そういうちょっとしたタスクだとなんか投げっぱなしにしちゃうこともありました。なので手元にメモっておくと、見返すたびに困ってないかな、思ってたものと違うことになってないかなっていうのがこう思い出してフォローしたりとかねできるようになったので、依頼することが増えた人にはおすすめの項目です。アイデアはすぐに役に立たないんですけど、例えば企画だと次の年にアイテムやサービスを改良したい時に参考になったり、アイデア出しとかにね急に呼ばれた時に考えるきっかけとしてすごく役立ちます。書いといてね損はないですよ。このやり方は今使ってるメモ帳とかねノートですぐ試せると思うので、ぜひ試してみてください。では動画で使っていた文房具を最後に紹介して終わろうと思います。まずはね緑のパッドメモ、こちら352円です。名前の通りパッド未使用ページを開くことができます。これどういう仕組みなのかわかりますか？ページが一面だけね一辺だけのり付けされていて、使ったらピリピリっと剥がします。そうすると使ってないページがのり付けされたページの中で一番上になるので、のり付けされた部分を手で持ちながらリングメモを傾けると、使用したページだけがパラパラとめくれます。まるでマジシャン気分って感じですね。で、次はボールペンユニボール 1P0.38mm 550円です。よく出てきますね、私の動画。太くて短めの丸っこいフォルムで、なくし物の達人
なんですけど私。でもなんか存在感と便利なクリップのおかげで意外となくしてません。で黒のね発色もいいので方眼とか横形が濃いメモ帳などでも読みやすく書けます。たまにね方眼の線の色が濃すぎて書きにくいし読みにくい時ってありますよね。そういう時はねこのくっきり発色するユニボール1シリーズがねおすすめです。あと今日はメモのね項目紹介だったのでちょっと詳しくは取り上げなかったんですが、議事録や議事メモで悩んでいる方におすすめの動画だったりとか、あと議事録に便利なねノートも過去動画で紹介しているので、ぜひぜひチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。メモ取っている姿って好印象なので一石二鳥だと思います。ぜひ試してみてください。またねー。